丸山ゴンザレスのディープな世界へようこそ。普段見ることのできない領域へ皆さんと一緒に潜ってみたいと思います。ナビゲートしてくれるのはシャモのよしさんです。本日のテーマは、マムシを放つ後輩 A。はい。ということで、後輩 A 伝説を聞いていきたいんですが、はい、よしさん、簡単に自己紹介、ここまでね、何回も出ていただいてるんですけど、はい、なんで自己紹介していただいてるかというと、パッと見肩着に見えない。そんなことないですよ。ミュージシャンな方の、ミュージシャンなっていうかミュージシャンです。ミュージシャンとして活動されてます。ただ出身が九州筑豊というところでいろいろな伝説を語っていただいてるんですが、はい、本日はいよいよ満を持して、伝説の男、はい、後輩 A、マムシを放つ男ということで、はい、のちょっと伝説を聞いていきたいんですけど、はい、どんな方？僕も子供の時から、本当その子が小学校の時からもう仲良く、もうだいぶ10ぐらい離れてるんですけど、年は。根性あってですね、喧嘩強くて、この子が、空手家なんですけども、ともと世界大会行くぐらい強くて、で、この子が、いろいろやっぱ事件を若い頃やっぱ起こすわけですよ。で、こいつのやっぱすごいのが、マムシ、マムシいっぱいいるじゃないですか、山に。あれを取ってきて、100匹ぐらい持ってるわけですよ。飼ってるってこと？飼ってるっていうか、はい、道具として持ってるわけですよ。道具としてるんですよ、これ。はいはい、道具なんですよ、これ。この子からしてると。はい、道具でね。で、いろいろトラブルになった時に、喧嘩になるでしょ？でそいつを一人トランクに詰め込んで、自分一人で持って帰ってくるわけですよ。相手を。で、そいつを縛り付けて、殴ったり蹴ったりしないですね。そのマムシを、ガブッと噛ませるわけですよ。これ本当の話ですからね。そしたらやっぱ毒が回るから、結構もう、ってなるらしいですよ。で、お前もう二度とね、歯向かわんかと。で、もし歯向かったらお前、もう一本行くぞと。毒を。で、もう歯向かいませんっつって、で、結局、病院に連れて行くわけですよ。病院に連れて行って、でもそこからは、ちょっともう古文みたいに言いなりになるわけですね。そいつがまた、頭悪いからまた同じようなことをやって、またやられるわけですよ。そいつ2回噛まされてるんですね。で、2回目も、病院に連れて行って、で、血清打って、で、助かったんですけど、こいつのすごいの、3回目。3回目に、もう一回噛ましたんですよ。効かなくなったんです、毒が。全く効かない。病院行ってないのに全然平気になっちゃった。耐性できちゃった？耐性ができちゃったんですよ。いやさすがにマムシにね、2度も3度も噛まれる人いないから、そうなるかどうかわからないんですけど、そうなるともうあれじゃないですか、逆らってもいいんじゃないですか。いや、それマムシだけやられてもあれですけど、やっぱそいつ自体がやっぱ強いから、で、そいつはもうそのマムシだけで、どんぐらいいったかな、一番ひどいのがやっぱ、ボコボコに行くと自分が捕まるから、そいつの家にですよ。夜中、こっそり行って、マムシを100匹ぐらい家の中に放つわけですよ。これも本当の話ですよ。ありえないでしょ。どんな揉め方したらマムシ100匹放つんですか？だから田舎の、なんですかね、攻撃というか、頭がいいというか、めちゃくちゃだなと思って。だから、暴力じゃない、ある意味暴力ですけど、もうマムシをで、そこでもし噛まれて、死んでもそれは事故にならんやろ。お前が入れたんだから、これ事件になるやろ。なるよ、みんな。良い子のみんな真似しちゃダメだよ。そうなんですかつっても、そういうやつ。そこまで考えてない。けどね、正義感がめちゃくちゃ強いやつなんです、こいつ。いわゆるいじめ的な感じでやってるわけではないんですよ。そう。いじめられたやつを、普通やっぱ、ね、同級生がいじめられて怖いね、人たちから、先輩たちからいじめられたらなかなか言えないじゃないですか。もう関係ない。バーンって、怖い先輩たちぶったたいていくぐらい、やっぱ正義感があって、こいつ。めっちゃおもろかったのが、コンビニに車でビューって行った時に、これちょっと前の話なんですけど、包丁を持った人間がコンビニで暴れてた。これニュースになってますよ。暴れた。そしたら警察がバ
バーって囲んで、もう警察ももうどうもできないです。怖くて。で、その時に、そのマムシの A 君がブーンって来て、たまたまコンビニに買い物に来てて、で、止めてポッと打ったら、その振り回してたのが目があったらしいんですよ。そしたら、殺すぞーっつって言ったらしいんですよ。それでブチ切れて、その警察の中をバー走っていって、素手でそのままそいつボッコボコにして、そのまんま警察が取り押さえて、ご協力ありがとうございました。表彰されてるんですよ、今度。それ、ただ喧嘩売られたからムカついたってことですか？そう。ムカついていいと警察は関係ないです。もうこうやって殺すぞってバー行って、ボッコボコに行って、で、そのまま表彰されたんですね。表彰ってご協力ありがとうございますってか。で、ちなみに、マムシの A さんは、マムシがヨシさんに向いたことはあるんですか？いや、ないっすね。もう、お兄ちゃんですね。もう、めちゃくちゃ、だから僕が止める方。もう何かあったらいかんかなと思って。で、妙にやっぱ礼儀正しいし、正義感強いし、ちょっとボタンかけ間違えるとおかしくなる感じで、そのコンビニにね、右と左にレジがあって、真ん中にこう並ぶとこは今あるじゃないですか、両方で。で、そこにそのマムシが並んでたわけですよ。そしたら、横からヤンキーがピュッと横回りして、気づいてなかったんですね。で、入って、レジ先に行っちゃったんです。そしたら、おいお前俺並んどるやんか。って言ったら、おうつって、後ろに並んで、で、終わって、外に行って、そしたらその、順番抜かしたやつが後からそれ出てきたよ。そしたら、そこで、お前なんで順番抜かすんかって言ったら、お前気づかないだったいって言った瞬間、もう喧嘩ですよ。で、そこでボッコボコにして、で、もう、やられた方はたまらんですよね。そんな順番抜かれたぐらいで。で、お前の車どれかっつって、いや、これですってなるでしょ。そしたら、車の鍵貸せっつって。で、車の鍵取って、お前そこ立てって立って、そのまんまそいつの車で、そいつバーン引い出すからね。引いた本当の話これ。たまらんでしょ。コンビニで順番抜かれたから、ね、最後引かれたんですよ。自分の車で。すいません、独特の正義感って、いや、正義感があるやつでうんぬんって言ってましたよね。その正義感の暴走やばくないですか？けどね、すごいのがね、仕事ももちろんやってますよ。近くのおじいちゃんおばあちゃんたちの、要は庭の手入れとか、もうできないじゃないですか、高齢で草むしりとか、そんなんを地域の周りのおじいちゃんおばあちゃん、全部ボランティアで一人でやってるんですよ。それが当たり前なんですよ。俺はやってるじゃなくて、当たり前で、おじいちゃん、困ってんだ、俺やってるよ全部やってくれるんですよ。修理とかも。もともと、うちのコンテナハウスとかも全部屋根とか全部、こいつが来て、全部修理してくれて。めちゃくちゃ器用なんですか？いや、何でもできる。だいぶ、懲役が長かったから、めちゃくちゃやっぱ、そういう気使ってね、こたつ作ったりとか得意なんですよね。ちょっと待ってください。さらっと言いますよ。懲役長かったんですよ。懲役長かったんですね。やっぱそんだけやってるから捕まりはしてるんですか？そう、捕まってるけど、全部喧嘩なんで、喧嘩とかなんで、短いですよ、刑期が。だからそこでまた出てきて、また喧嘩して、また行って。だから何回も同じこと繰り返してて、だからもう喧嘩はとりあえずやめなさいって今、言ってるとこですね。今は、まだ言ってるとこなんですか？まだ言ってるとこですね。まあ気がバーンってなるとすぐ喧嘩しちゃうんですよね。今もマムシ飼ってるんですかね？マムシはめちゃくちゃいますね、家に多分。一回写メ送られてきたんですけど、もう気持ち悪いでしょうがなかったですもん。瓶に一個ずつ全部入れて。つまり、武器としても使って、凶器としても使ってたけど、もうマムシに愛着も湧いてるんですね。いや、愛着が湧いてるのは多分ね、シャモ。シャモも飼ってますから、シャモは相当統計でね、シャモはね、バンバン育てて戦わしてましたよ。シャモは。ギャンブル的な。地域でやっぱあるじいさんたちがみんな集まって戦わせるわけですよ。未だに残ってますもん。で、そのシャモを、監視してるのが、吉さんのグループってことですか？まあ、その流れから負けたら終わりっていう意味でつけたのもありますね。そっちの、マムシの A さんの飼ってるシャモから取ったわけではなく、地域的なカルチャーとしての。そうです。はい。から取ったんですね。そういうことなんですね。そういうことです。はい。なんかA さんに関係あるのかなと思って、そういうことではなかった。ちょっと聞きたいのは、A さんは、後輩 A さんはですよ、マムシの A さんは、ヤクザ相手にもやったんですか？
いや、しょっちゅうやってんじゃないですかね。マムシあ、攻撃いやは。、もう、薬剤でね、もうそのまま手でいっちゃいますからね。もう一個聞きたいのは、マムシで本当に、マムシがきっかけっていうか、マムシで逮捕されたこともあるんですか？そのいわゆる普通の喧嘩の。マムシはないですね。マムシはないんですけど、いや、この間も、この間でも結構前ですけど、本職の人と喧嘩になって、お酒も一滴も飲まないんで、で、逆に、そのマムシが外に連れて行かれてるんですよ。で、そこで、マムシが、本当にいいんやのと。お前ね、ヤクザの名前名乗って、本当にいいんやのと。俺、本当に行くぞって、ボッコボコに行って、で、もう、相手もガチャガチャなってたんですよ。で、そいつに、同じ、田川の人間だったみたいなんですけど、で、お前、もうね、お前根性ないやから、もうそんな任居やめろと。で、そいつをヤクザ辞めさせて、自分の子分にして、まっとうに今働かしてますよ。辞めさせたんですね。一人。ボッコボコにして。いい話なのかな？どうなのかな？これ。いやいや、多分ですよ。筑豊だったらいい話ってなるんですけど、ここ東京なんで、ちょっと裏付きにくいんですよ。なかなか独特ですよね。なんか、攻撃の仕方もなんか、構成のさせ方もなんか。筑豊の中でも、このマムシの A さんは、割と浮いてるんですか？普通、こういう人がいっぱいなんですか？それともこう、の中でも浮いてる？多分抜けてるんじゃないですかね。だって、後輩多分10個下、先輩10個上ぐらいまで怖がってんじゃないですかね。伝説の不良ではあるけれども、ヤクザではなかったタイプなんですか？ヤクザじゃないですね。やめさせるってことはそうなんですね。でもちょっと空手でもね、強いし、男気もあるわけじゃないですか。モテる方だったんですか？いや、モテないんじゃないですか。モテるのかな、あいつ。なんかちょっとね、マムシいっぱい飼ってたら逆に女の子引くのかな、どうなんだろうと。それを凌駕するぐらい強かったら男気あると、チコをモテるのかなとか、ちょっといろんなことが気になった。なんかね、地元が山の中なんで、だからイノシシ飼ったりとか、そういうのを子供の時から多分やってるんで、マムシ捕まえるのなんてもう当たり前なんですよ。猟やってるから。じゃあ仕事は漁師なんですか？いや、漁師じゃないですけど、イノシシ取ったりとかもしてますけど、いろいろ設備屋とかもいろいろ何でもやってますね。いろんなことやってます。だから器用なんです。器用だからいろいろできて、いろんなことに。そうですね。で、その弟分とかも。自分とこのそのスタッフというか従業員とか、ご自身の仕事とかは結構されてるタイプのこと？いや、一人でやってますね。一人やってる。一人でやってます。いや、人手が足りないとそうやって借り集めてくるのかなと思ったんです。一人でやってますね。仇の人には優しいんですか？優しいですよ。優しい。特にね、やっぱ、年寄りとかにはめちゃくちゃ礼儀正しいし、もうすごいいい子ですね、年寄りには。だって近所のじいちゃんばあちゃんが、草むしりがこれもうできんやろ、つって言って、じいちゃん、草むしったろわ、つって、1日かけて草むしってんすよ。そんなことするやついます？いないですね。なかなかいないでしょ。ヨシさんに対しては、先輩として扱ってくれる？もう、そうですね。もうずっとお兄ちゃんですね。もう、僕の同級生が、そいつの空手の師範なんですよ。だから、もう昔からやっぱ知ってて。そこは、なんだろう、ちゃんとした後輩としてのポジションがあるわけですよね。僕はそう思いたいですけど。だから一緒にいるときは、普通にこう、礼儀正しい。礼儀正しいですよ。でも、横でいきなりこう、喧嘩始めちゃったりとかもあるんですか？あります、あります。どんな感じですか？いや、スイッチがわかんないんで。だって、順番抜かしたぐらいでそんな引くまでいかないでしょ？それをやるんで、ちょっとスイッチがわかんないですけど、いきなり怒り出す時とかありますね。どんな時結構ありますね。一番ひどかったのが、うちの、コンテナハウスを一つ建ててるんですけど、そこの水漏れが、すごかったですね。で、やっぱ、もともと古いから、自分一人でやってたけど、やっぱダメだったんですよ。で、結局自分の後輩やら同級生やらみんな連れてきて、みんなでこう、やるわけですよね。さあやっぱ、どうにか、やっぱなったわけですよ。どうにかなった。で、それからまた1週間ぐらいして、また雨漏りしだしたんで、これやっぱりダメやね。本当の業者呼ばんとダメやね。いや、大丈夫ですと。僕らやりますから。つって。で、やっぱ後輩来て、で、後輩が先にやって、
お前、これ大丈夫かって言ったら、いやー、僕らこんなんやったことないんですよね。こんなんできるわけないじゃないですかって。やっぱそうだろって言って。で、いや、僕ら、けど、マムシから言われとるから、俺はもう、なんかこうやるしかないんだけど、何もできないんですよって。ああ、これもちょっとかわいそうやなと思ったんで、おいっつって、そのマムシに、ちょっともう業者入れるわ、つって。だから、いや、大丈夫っすよつって。で、また来て、そいつも、後輩が来て、で、その、誰もできない後輩に、お前これ、できるよなつったら、もう目の前で、はいでもさ、もうめちゃくちゃだなと思って、今までできませんって言ってた。はいって言うわけですよ。だからもう察したんで、あ、もういいって。もうこれちょっと、いいや、もうここの、大家に俺言うわ。で、もう、それ以上このくだり続けると、この後輩がめちゃくちゃかわいそうだったんで、もうできないことを、もうできるよなって、もうできる、はいっつって言わせるような、ことをやっぱやると切れるんですよ、そこで。だから切れたらもうみんな、これ切れるとこじゃないじゃないですか。だってできないんですから。できないもんを無理やりやらせるっていうのがもう、ほらすげえなと思って。だって、野球選手じゃないのに、お前野球やれっつって言ってるみたいなもんで、できないっつっても、できるよなはいっつってバッターボックスにかぶってるみたいなもんですよ。最終的にそれは、マムシの A さんを引いてくれたんですか？大丈夫ですか？いやいや、ぶったたかれましたね、やっぱ。ポコーンぶったたかれてましたね。後輩はお前らはちゃんとやらんけやろがっつって、すいませんっつって、だから後輩からしたらめちゃくちゃ嫌な先輩なんだと思いますよ。けど、なんで、お前らこんなに理不尽なことを言うやつなのに、お前ら一緒におるんかって俺聞いたことあるんです。そしたら、いや、実は、地元のこれから、自分らがお金を譲られてたと。それを助けてくれたのもやっぱこいつだったんですよ。一人で行って、で、俺のね、後輩たちに手出すな、つって。やっぱ男気があるんですよ。一人でなかなか行けないじゃないですか、怖くて。で、それ言って。で、やっぱそういう恩があるから、やっぱその恩に比べると、こんなの全然大したことがないって言うんですよね。本職に対しても一本引かない。いや、だから多分ね、本職とかそういうのが頭の中で区別されてないんだと思うんですよ。僕らだったらやっぱり、あーって思うんで、やっぱ一線よく上で、ね、やっぱ上の人のね、あれがあるんですけど、多分彼は人類皆一緒というか、もう一つにしか多分くくりがないんで、だから何なのっていう感じなんだと思うんですよね。はい。なかなかの男ですよね。いや、なかなかのね。今はだいぶ丸くはなってきたんですか？いや、なってないですね。なってないです。なってないです。なってないの？なってないです。なってないです。はい。いや、まだまだ現役バリバリな感じなんですね。まだまだ現役なんで、ちょっとまだまだ修行が必要ですよね。はい。はい。いや、つまりこれからの伝説が生まれていく可能性は全然あります、ね。ありますね。はい。ちょっと期待してますね、そこは。ただ、仇の人にだけ迷惑をかけないでいただけたらいいかなと思ってるんですけども。ということで、なかなかな、パンチ力のある、マムシの A さんでした。はい。いや、さすがに筑豊、キャラが濃いっす。まあ、もっと、炭鉱の話とかもっとしたかったんですけどね。いや、もう伝説の人たちだけでだいぶお願いしてます。もっと炭鉱の話したかったんですけどね。はい。今度は炭鉱と政治の話とかもね、いつか聞きたいなと思っておりますが、本日はここまででございます。ありがとうございました。ありがとうございました。丸山製作所では、様々なイベントを開催しております。概要欄の方に各種イベントリンク貼ってありますので、そちらをチェックしてください。そして、同じく丸山製作所では様々なグッズを制作しておりますんで、そちらの方もぜひチェックして購入よろしくお願いします。